Which one is it? Is it gonna be? 皆さんこんにちは、ともかです。私は今アメリカのワシントン DC に来ています。見てください、この熱気。でも実はもう桜が一輪も咲いてないんです。桜が散った後に始まる全米最大の日本フェス、桜祭り。一体なぜ桜もないのに何十万人もアメリカに住む人たちがここのお祭りに来るのか。たった一杯の焼きそばに2000円以上支払う理由は何なのか。今日は日本人も知らない日本からアメリカに輸出された、日本の、文化を徹底的に、現地の物価調査とともに、いろいろ紹介したいと思います。これを見れば皆さんの知らなかった日本の魅力に気づくはずです。ということで動画スタート。会場に到着しました。今時間はオープンしてから30分ぐらい経ってますが、この辺はまだラインができてないですね。ゲートに到着しました。2年前にも来たんですけど、今年はそんなに並んでないですね。チケットは事前にネットで購入しました。Yes, thank you. 2年前に、このお祭りに来た時は盆栽をね買おうと思ったらもうほぼほぼ完売していたので、今日は朝一でまず来てみました。たくさんあります。ミッフィーのパンが売られてます。かわいい。大戸屋発見しました。2年前はなかったんですけど、私のお気に入りの日本食レストランです。まず最初に、大戸屋のねラインに並びました。めちゃくちゃ人並んでます。やっぱり人気なんですかね。海外の人にも認知されてるみたいです。彼が買ってきたのはまず餃子3つですね。そして焼き鳥の照り焼き味です。めちゃくちゃ大きいチキンですね。ということでまず最初のフードは餃子いただきます。中には人参と春雨と椎茸とレンコンかな、たけのこ入ってます。なんか日本の餃子と違って外がめちゃくちゃパリパリで、ちょっとどっちかというと中華系の餃子って感じです。でも美味しいです。続いてこちらの、照り焼き味の焼き鳥です。アメリカバージョンですね。いただきます。味付けは濃いめで結構私的にはしょっぱいかなと思うんですけど、日本の焼き鳥とは違います。アメリカのチキンを串に刺したっていう感じです。購入するまでもめちゃくちゃ並んでるんですけど、隣でおにぎりを受け取るだけでもめっちゃ人待ってます。っていうのも手作りで作ってるので、袋に入って売られてるコンビニのおにぎりみたいな感じじゃないのでフレッシュだからこそですね。2 beef すき焼き and 1 salmon and 1 サバ梅。ありがとうございます。こんな感じで、チケットをもらってこの番号で呼ばれるみたいです。はい、ということで今桜祭りからお家に帰ってきたんですけど、おにぎりはお家でゆっくり食べたかったので今レンジで温めて食べる準備ができました。で、私が買ったのがもうちょっとなんか崩れちゃってるんですけど、一つがサバでもう一つはサーモンです。これで1個5ドルとかしたので本当にもう高級おにぎりですね。彼が買ったのが焼肉だったかな。まずちょっとこのサーモンからね食べてみたいと思います。いただきます。美味しい。久しぶりに美味しい鮭のおにぎり食べた。日本の味ですね。自分でもね作ろうと思えば作れるんですけど、こういう海外にいるとどうしても本当のね日本食食べたくなりますよね。自分が作ったもの以外の。で、こっちがサバ、ごまとちょっとなんか混ざってるような感じで、何かが中に入ってるっていう感じじゃないですね。あとこの海苔美味しいです。すごいごまの味がしっかりします。めっちゃ美味しい。どっちも
もう高いんですけど、やっぱり出来たてなので、コンビニとかお店とかでビニールにくるまって売られてる機械的に作ったおにぎりじゃなくて、本当にお店の人が手でね結んで作ってくれたおにぎりなので、本当に美味しいです。日本でおにぎり屋さんオープンしてるところがすごい多いので、その理由にも納得ですね。日本とは関係ないんですけど、私たちの好きなピニャコラーダ、スムージーっぽいですね。お酒じゃないんですけど、ピニャコラーダを買いましたということでいただきます。めっちゃ美味しい。今日すごい暑いので、こういうフローズンアイスあるとすごい生き返ります。なんかペットボトルも売ってるんですけど、やっぱりこういう方がお祭りっぽいですよね。桜祭りなんですけど、ほとんどが結構中華系のお店だったりアメリカ系のお店だったりが多いので、日本のお店探す方が大変なんですけど、日本の文化なんですけど、日本じゃない飲み物とかも楽しめるので、日本からアメリカに来てこのお祭りに参加するのも楽しいと思います。続いて彼が、ポークバンとビーフバンを買ってきました。お店ちょっと中華っぽいお店なんですけど、いただきます。まずはビーフから。スイートチリが入ってる。めっちゃ美味しい。多分なんか上にマヨネーズソースみたいなかかっててめっちゃ美味しいです。続いてポーク、なんか色がちょっと黄色いです。中は日本の肉まんみたいな感じですね。意外と私辛いの好きだからビーフの方が美味しいです。日本でもおなじみのビアードパパを見つけました。ここでは普通のシュークリームと、クリームブリュレと小さいパフみたいなのが売ってて、金額がですね、オリジナルが1個7ドル、2個が12ドル、クリームブリュレが7ドル1個で、ちっちゃいのが6個で12ドルっていう感じですね。私たちはクリームブリュレを2つ買いました。ビアードパパのクリームブリュレシュークリーム。これも冷蔵庫に入れて冷たくして食べたかったので持ち帰りました。でこちらもちょっとクリームがね、もう出ちゃってるんですけど、いただきます。美味しい。やっぱり冷たい方が私は好きです。冷やしたせいか、シューアイスっていう感じになりました。クリームブリュレの上の部分もちゃんと上にクリーム乗ってその場でブリュレみたく焼いてたので、ちゃんとクリームブリュレの味もします。美味しい。はい。ということで、お持ち帰りした食レポはこんな感じです。それでは引き続き本編をお楽しみください。何の列に並んでるかと思ったら、ここも全部おにぎりの列です。すごい。大戸屋関係なく全部並んでるんですね、おにぎり屋さん。今12時半、1時ぐらいなんですけど、もうすでにお店によってはおにぎりがこんな感じでソールドアウトしてるお店もあります。ここはクレープのお店で、今韓国で流行りのドバイ餅も売ってます。ここはアニメのグッズのお店です。T シャツ1枚25ドルとかですね。ここはフィギュアとかポケモンとかが置いてあります。アニメのものもね、多い。ここは刀がいっぱい売ってます。ここは日本のお菓子とかフィギュアがまとめて売ってあります。2年前も来た時グミが4ドルで売ってました。ちなみにトイレはこんな感じで仮設トイレが置いてあります。ここの道路の横のところにアニメとコラボしてる車がたくさんあります。懐かしのストリートファイターのスーファミのカセットがあります。すごい。この車は1990年にデビューしたスズキカプチーノっていうすごい、歴史のある車みたいです。
こっち側はスナックっていうかタピオカとかスイーツ系のスタンドが多いですね。こんな感じで可愛らしい雑貨屋さんとかもあって、すごいこれマグネットなんだろう、おもちゃかなんか置物みたいな、こういうちょっとチャイニーズっぽいお店もあります。ここは祭りマーケットって書いてあって、なんかいろいろな日本のスナックとかが売られてるのかな。今ステッカー、そうですね、グミとかちょっとしたものもマーケットなんで売ってます。ここは私たちが入ってきたゲートとは別のゲートになります。ここはこの桜祭りのイベントショップみたいな感じの、T シャツが売ってますが、ここも人がたくさんいます。すごいかわいい。ここは毛糸とかで作られたお店ですね。キーチェーンが8ドル、チェリーブロッサムチューリップ、あれが50ドルですね。すごいフードマグネットが売ってます。3つで10ドルです。銀座ストリート、このイベントは3カ所ねそれぞれ名前があって、ここの一番端っこのところは確か銀座ストリートみたいな感じで、こうちょっと多分高いお店とかが集まってるエリアですね。なんか割とちょっと高めなお箸だったりとか掛け軸だったりとか、家具まではいかないですけど、そういったものが番傘だったりとか売られてます。すごい、2年前もこれありました。 Thank you。お餅とグミをコラボさせた感じで、ここは白鶴のテイスティングの場所ですね。お酒のテイスティング付きのチケットを事前に購入することもできます。多分この列は当日テイスティングしたい用の列なんですかね。すごい並んでます。こけしがたくさん売ってます。日本から集めたんですかね。40ドル50ドルぐらいですね。そして後ろにも掛け軸があります。鯉のぼりが売られてます。もうすぐ子供の日だから、これは1匹いくらなんだろう。20ドルでした。1本鯉のぼり。すごい、もうなんかコスプレ大会みたいな感じでいろんな人がコスプレ着て歩いてます。着物が売られてます。70ドルから売られてるので、だいたい100ドル前後なのかな、ものによるけど84とか65とか、そんなにめちゃめちゃ高いわけではないですね。こういう絵も売られてます。こういう女性もののアクセサリーのお店もあります。2つで30ドルですね。マカロンのお店と T シャツのお店とアートだったりカバンだったり、ここがもう一つのゲートですね。ここはラーメンとかの丼が売られてます。32ドルとか38ドルぐらいですね。すごい、これよく SNS で見るような毛糸で作ったお花ですね。15ドルとか10ドル8ドルぐらいで売られてます。ラベンダーかわいい。やっぱりどこの国の人も可愛いと思うものは同じですね。これは和柄のアクセサリーだ。あーちゃんやってます。ここは毎年出店してる抹茶のお店なんですけど、こんな感じでいつもすごいね長い列があります。抹茶アイスいただきます。美味しい。リアル抹茶だ。日本で9ドルで食べる抹茶アイスなんてなかなかないですよね。でもめっちゃ美味しいです。今年も北海道のロイスが出店してました。こんな感じで定番のチョコレートが販売されてます。やっぱり時期なので桜も売ってます。だいたい20ドル前後のものが多いですかね。Thank you。サンプルのチョコ。九州エリアなのかな、このブースの中は。すごい混み合ってる。左が鹿児島エリアですね。何のシーンだろう。お茶のシーンだ。右は九州新幹線かな。フードエリア
アがどこよりも混んでます。もうこんな感じで歩くのもすごい大変なぐらい人がいっぱいいます。多分並んでるね、お店の前に並んでるのもあって人が集まってるのもあるんですけど、お好み焼き12ドルです。12ドルの高級お好み焼きを買いましたということで、いただきます。久しぶりお好み焼き食べるの。出来たてだから美味しいはずなんですけど、もうちょっとソースかかってて欲しかったかも。いただきます。いや美味しいけど、お好み焼きってこんなもんかな。なんか塊食べてるみたい。唐揚げです。ドリンクはストロベリーローズスパーキュラーみたいなドリンクを頼みました。唐揚げ美味しいです。このマヨネーズみたいなソースが唐辛子みたいな辛さでも美味しい。唐揚げって言えるかどうかはちょっと微妙なんですけど、日本の本当の唐揚げとアメリカンチキンの中間ぐらいで、あとこの先ほど買ったいちごとローズのなんか炭酸みたいな美味しい。下に溜まっててちょっと甘いんですけど、めっちゃ生き返ります。日本と違っていろんなところにゴミ箱がちゃんと設置されてます。本当にかなり多くのゴミ箱があります。たこ焼きのお店は本当に並んでなくて、やっぱりおにぎりとかね、たい焼きがすごい人気です。なんと岩手の横手焼きそば屋さんがありました。いなり寿司も売ってます。ここのたい焼き屋さんにめっちゃ並んでます、人。しかもたい焼き1個7ドルです。今1時45分で、ここのたい焼きがめちゃくちゃ並んでます。すごいですよ。この列全部です。日本のフードはやっぱりすごい列で並んでます。ここが最後です。ここは違う国の人が営業してそうなたい焼き屋さんですね。Please raise your hand. フードエリアは何時だろうとずーっと混んでます。みんなずーっと食べたり飲んだり何かしらしてますね。これもおにぎりに並んでるラインです。By his professional name of Ichinojo, for those of you who know him. He is one of the best sumo wrestlers alive, and he's here for us today. So Ichi from Japan and Zorik from Mongolia. Eye poking. No, you are allowed to use an open hand to slap and push your opponent. Okay? No kutta no kutta no kutta. No kutta no kutta no kutta no kutta. No kutta no kutta no. They both got each other's belts this time. If it looks like they're not moving, they're actually spending a lot of energy to stay on. And look, he's... 帰る前にマンゴーパッションフルーツ買って帰ります。はい、ということで、桜祭りいかがでしたでしょうか。今日一日いろいろ日本の文化だったりグルメだったり、お届けしたんですけれども、一番感じたのは日本の文化や食べ物ってアメリカの人たちにはすごく親しみやすい文化なんだなって思います。先々週も桜が満開だった時、日本がね送った桜の木々をね撮影してきたんですけど、このお祭りは特に桜の木ではなく日本にねインバウンドが増えてるということもあって、日本が好きな人たちが集まってるんだなって思いました。であとは本当におにぎりのお店と、アニメもそうなんですけど、常に一日中ずっと行列だったので、日本にいてもインバウンドで感じるんですけど、おにぎり文化が海外の人にも親しまれてるんだなと思いました。この動画を見て少しでも日本の魅力がね海外の人たちに伝わってるんだなっていうことを伝わればいいなと思います。ということでこんな感じで私のチャンネルでは国内旅行だけじゃなくて海外のね旅行やその場所の空気感を少しでもリアルに感じてもらえるように動画をお届けしているので、気になる方はこれからも、ぜひチャンネル登録してお待ちください。
ということでこの動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かった、ためになったなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね。